かなり茂っています。アヌビアス7ミニマバリエガータです。この水槽はカビない、水替えいらない、メンテナンスフリーです。2時間に1回降り注ぐシャワリングシステムで管理しています。作ってから2ヶ月が経ちました。新芽も出てきました。今回はこのアヌビアスミニマバリエガータが主役です。あまり密集していると万が一調子を狂わした時に連鎖的に全体に響いてくるので、元気なうちに株分けしたいです。これかなり密集しているけど、どうやって株分けをするんだろう。いろいろ調べてみてまとめてみました。こうやったらいいよとかアドバイスなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルではアクアリウムに役立つコスパのいい製品を紹介しています。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。あまりアヌビアスの株が密集すると水の流れが滞って茎が腐ったりしてしまうのかなと思っていたんですが、意外と平気でした。このアヌビアスは買った時からこの大きさでした。水地中に沈めて約1年間育てました。ですがあまり成長しませんでした。1年間で特に変化していません。このアヌビアスはアヌビアスミニマといって小型のミニサイズアヌビアスです。バリエガータは斑入りを指します。成長すると本来はこんな感じ。株分けして分散させることでのびのび育ってくれるのではないだろうか。そう思い株分けを決心しました。株分けは怖いです。やり方が悪いと親株が溶けてしまったり葉が溶けてしまったりします。親株というのはアヌビアスの幹のことです。太い土管のような茎が親株です。そこから分岐した株が子株です。今日は子株をちぎって分散させていきます。トールマンさんやいろいろな動画を見て株分けについて調べてみました。そんな中でブログの情報や動画での情報に共通点がありました。その情報は葉っぱを多めに残す、根っこは大事にするということでした。残す葉の枚数は3枚とか5枚とか諸説ありますが、葉を残すということは共通していました。また伸びた根をそのまま石につけても活着せず、一度カットして新しい根じゃないと活着ができない。なので活着させるには根を切るという情報はありました。ですが今回は活着させることが目的ではなく株分けが目的です。株分けした後は水草的に弱った状態になるようです。そこで根っこも切ってしまうと栄養の吸収が弱くなってしまうだとか。でも活着させるには根を切らないと活着しないようです。新しく生えてきた根が岩に活着します。すでに伸びた根は活着しないようです。調子が安定してから根を切って改めて岩や木に活着させると良さそうです。アヌビアスの種類は横へメインの茎を伸ばして成長します。基本になる茎が横に伸び、その上の葉のついた細い茎、葉柄でよろしいんでしょうか。葉柄と読みます。植物において葉っぱと茎を接続している小さな枝状の部分で葉を構成する器官の一つである。ですって。葉柄、これ葉柄って読みます。それをつけ、下に根をつけていくタイプです。専門用語ではランナー、匍匐枝と呼ばれています。その横に伸びている茎を切り分け、複数の株にすることでどんどん株を増やすことが可能です。ただし葉は少し残せばいいじゃないかという勢いでカットするとさすがに生育できません。株分けする場合は以下のポイントを押さえましょう。葉っぱは5枚以上つける。葉、茎、根のすべてが揃った状態にする。これから成長しそうな新芽や白い根がついているものは残す。カットしたアヌビアスをソイルなり瓦礫なり流木なりに植え付けてください。しっかり固定するということが大事なようです。あっちに置いたりこっちに置いたり
水面に浮かべておいたり、あっちゃこちゃやらないと。しっかり決まった場所に置くと良さそうです。サンゴみたいですね。サンゴもあちこち移動させると成長が止まるようです。一度置いたら動かさず、ゆっくり成長するのを見守りましょう。2ヶ月から3ヶ月に1回観察する程度の方が変化がわかると思います。アヌビアスは成長がゆっくりな水草ですので、気長に成長を待ってあげましょう。さあ、それではもぎもぎしていきます。もぎもぎタイム。大きな茎はカットします。この茎をカットする瞬間が一番ハラハラします。溶けてしまったらどうしよう。傷口から黒くかりんとうになったら嫌だな。せっかく大きいのにこれ以上育たなくなったらもったいないな。とか嫌な記憶が経験が蘇ります。皆さんきっと大丈夫。うまくいく。そう思いながら切ってください。根や葉が残るように切り分けます。内心とてもヒヤヒヤしています。合ってるかな？切断面から溶けたりしないかな？そんなことを思いながら生き物に手を加えることはとても緊張します。ライトの分解は気軽にできるのに。この動画を見てこうするといいよ、こうやったらうまくいったよ、コメントで教えてくれるとめっちゃ嬉しいです。こうしてたくさん小さく分けることができました。かわいい。全部で3ポット分です。わしゃっと掴んで植栽していきます。よいしょ。この水槽は完全密封循環式パルダリウム水槽です。水替えフリーで蒸発したら水を足すだけです。密封することで水蒸気飽和状態を保ち、好気性のカビの発生を防いでいます。また水蒸葉が乾燥して枯れる心配もありません。水草を水中と水上の半分、半水蒸葉状態で維持できます。半水蒸葉で管理すると水槽にドボンした時の反応が純粋な水蒸葉より緩やかです。もぎもぎした小株は空いているところに置いていきます。ポンとアヌビアスを置くだけです。使っているソイルはボタニカルソイルを使っています。水の量はソイルよりアンダーに調整するといいです。水たまりがあるとその部分に固形ができます。水たまりができない程度に水量を調整するといいです。小型のミニポンプを使って2時間に1回3分間水の循環をするようにセットしています。こうすることで水槽全体に水が流れ、水が滞ることなく水草に降り注ぎます。少しでも循環すると水が腐ることを防ぐことができます。悪い菌も増えづらくなります。この状態で1ヶ月後こんな感じになりました。今のところ溶けたことはないですね。アヌビアスナナプチの小株も植えちゃいました。プレモスはもっさもさです。はい、さらに1ヶ月が経ちました。株分けしてから2ヶ月経ちました。この水槽を立ち上げてから約3ヶ月が経ちました。アヌビアス育成水槽として溶けかけのアヌビアスを救うべく立ち上げた半水上完全密封循環式水槽です。3ヶ月経った現在とてもうまくいっています。アヌビアスの新芽も見られます。溶けかけのダメージを受けたアヌビアスたちの危機から救えたのではないでしょうか。もちろんちぎった小株も元気に育っています。そしてプレモスはもっさもさです。もっさもさ。これ切らないとそろそろ下の層から枯れてきそうですよね。だいぶ分厚くなってきました。非常にいい状態です。プレモスだけある程度剥がしてから新しい流木に移植していきたいと思います。というわけで今回は
無事に株分け大成功。そんな感じです。